はい、誠でございます。今回もよろしくお願いします。では続きからやっていきましょう。さて、里美さんには頼まれたものの、まずはどこから調べよう。宮田さんを突き落としたのは本当に誠一さんなのか、勇さんという人が殺された事件も気になる。とりあえず島を回って誠一さんについて聞いてみよう。よし、またコナン君から情報収集といくか。里美さんのお兄さんが殺人犯だなんて私も信じたくない。私もこの事件調べてみたい。後でね。天井に棒が見える。ちょっと届きそうもない。経済書に法律、歴史専門書ばかりだ。パソコン。机の上は散らかったままだ。パソコンか宮田さんが使ってたんだろう。この窓の内側に落ちていたガラスの破片。これの意味するものは。本の内容も変わってるか。明治期の洋風建築。変わった。明治時代文明開化を目指す日本人は西洋の建築様式を取り入れて様々な洋風建築の建物を建てていった。東京や横浜のような港町以外にも当時の有力者たちは各地に洋風の屋敷を建てていったという。あまり知られていないが北陸の祈願島に立っている島村邸も優れた洋風建築物である。ってことはこっちも。干支とは古来から伝わる暦の一種で12種類の動物の名前を当てはめた。12種は時刻や年を数えるのに用いられる。12種の動物種類は以下の通りね。ネズミ、牛、トラ、ウサギ、タツ、ヘビ、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシシ。まあ当たり前ですね。これは古いミステリー全集が揃ってら変わってない。ここは謎の石碑。祈願島の各地には謎の石碑がいくつも建てられている。それらはそれぞれ動物の形が刻まれており全部で12個ある。この石碑は昔から島に伝わる伝説、つまり隠された島村家との財宝に導くものとの言い伝えがある。だがその謎は未だに解明されていない。キーワード謎の石碑。見てみるか。謎の石碑。動物の姿が刻まれた石碑だ。随分昔から島のあちこちにあるらしい。島村家が隠した財宝の秘密が隠されていると言われている。それぞれの石に刻まれた文字はネズミ、クリソウ。まだそれだけか。肖像画も変わってる。16代当主島村清吉。こんな離れ小島にいた割には服装には金をかけてたんだな。15代当主島村六兵衛。明治期の富豪だったのか。でこの人。先代当主島村桐生。きつい顔してるな。この部屋。よし。いる。なんなねお兄さんって。いきなりいるってさ、教えられて、しかも殺人犯だなんて。まあそうだよね。はい。あの優しかった兄さんがどうしてこんな。選択肢が聖一について聞く。私が覚えているのは小さい頃の優しかったお兄さんのことだけで。黄金像について聞く。よくわからないんですけど、聞いた話によると、黄金像は昔から島村に伝わってるものなんだそうです。どうもありがとう。宮田さんが亡くなったもので、島村家の方の依頼で私がこのお屋敷を管理させていただくことになりました。何かお聞きになりたいことがございましたら遠慮なくご質問ください。島について聞く。狭いとはいえこの島にもいろいろございますな。何をお聞きになりたいですか。島の構成。この島は祈願島と呼ばれております。周囲は差し渡し 2,3 キロ程度歩いて一周できる広さですが、島には5つの岬がございまして、それぞれ1つずつ奇妙な形の岩が立っております。これが島の名前の由来ですが、奇妙な岩のある島で祈願島というわけです。島の中央の高台にこの島村家の屋敷が立っておりまして、他の人たちは島の南側の小さな村に住んでおります。島の東西には勇さんや国代さん、それに誠一さんの家があります。島の北側には岬の他は何もありませんな。以上、大体そんなところでしょうか。他に何かお聞きになりたいことがございますか。屋敷について。このお屋敷は明治の頃、島村の当主である島村六兵衛殿がヨーロッパから招いた建築家に建てさせたものだと聞いております。今では古くなって住みづらいもので、若い人たちはそれぞれ別に家を建てて住んでおります。それでも当主になったものはここに住む習わしなのですが、半年前に先代が亡くなってから正式に勇さんが当主に就くまでは主がいない状態なのです。他は事件について聞く。全く恐ろしい事件ですが、何をお話ししましょう。誠一について。誠一さんは島村家の第二相続権を持った方です。勇さんが亡くなった今となっては第一相続権を持っているのですが、真犯人だとすれば相続はできないでしょうな。もともと誠一さんは島を出て行かれた本家の娘さん、これは里美さんたちのお母さんのことですが、その方の長男なのです。本家の相続
権候補者ということで小さい頃に島に呼び戻されたのですが、島の者からよそ者扱いされたりして辛い思いもしてたようです。あまり欲のない方だと思ってたのですが、宮田について、宮田さんは非常に学識がある方で、この屋敷を文化財として保護すべきだという考えを持っておられました。現存する明治時代の洋風建築として素晴らしいということで、それで勇さんが当主に収まるまでこの屋敷を管理してもらっていたのです。誠一さんとは親しい友人だと思ってたのですが、わからないもんですな。他に聞きたいことはありません。どうもありがとう。いえ、どういたしまして、またいつでもお聞きください。その子。ああ、退屈。事件が起きたもんで屋敷に閉じ込められたまま。ねえ、退屈だからこっそり外に出ていきたいんだけど。後でね、食堂。お、少年探偵団。せっかく俺たち少年探偵団がいるところで事件が起きたのに何にもできないじゃんか。おとなしくしてろ。光彦。コナン君、一人で抜け駆けはなしですからね。あれ、あゆみちゃんは可愛い。コナン君、私たちも捜査に協力しようよ。宮田さんが落ちてきた場所だ。おっちゃん。俺はただの事故じゃない。明らかに犯罪の匂いがするぞ。俺に任せておけ。まだ早いです。ここが国尾さんの家か。へえ。あ、警官。この先は殺人事件の現場だ。一般人は帰った。畜生。足跡だ。国尾さんの家から続いている。上がってみよう。お邪魔します。お、いるじゃん。話しかける前にちょっといろいろ調べるか。このオーディオセットでかすぎじゃない？窓の外には森しか見えない。ここは？あ、そっちは風呂場では勝手に入らないで。ごめんなさい。なさそうだな、特に。よし。なんだい、聖一のことで何か聞きたいの？聖一さんってどんな人？聖一は島村の本家の娘が駆け落ちして本土に出て結婚して産んだ子供なんだ。だから里美さんや美紀さんも島村の家系ってことになるね。でもお母さんが島村家を出た時点で感動されてしまったから島村家とはほとんど縁のない生活を送っていた。でも聖一だけは男性だったんで、万一本家に不幸があった時に相続者がいなくなったりしないようにってことで子供の頃に一人だけ島に呼び戻されたんだ。もともと離れて暮らしていたせいもあって他の島村の人間とは距離を置いているところがあったね。家の都合で親から離されて育てられてきたわけだし、島村の人間に対していろいろ恨みもあったんじゃないかな。だから聖一犯人説やめろって。勇さんとの仲は？勇さんは島村の本家の長男なんだから第一相続権者だった。ちやほやされて育ったんでわがままなところがあったね。聖一とぶつかってることもあったみたいだよ。聖一にしてみれば自分は相続権では2番目だから面白くなかったんだろうね。宮田さんとの仲は？宮田くんはこの島の出身なんだけど本土の大学で勉強していて学があったね。聖一とは気が合ってたように見えたんだけどその実どうだったのかな。もしかしたら聖一は宮田くんに何か証拠となる事実を握られて脅されてたんで口封じに殺したんじゃないかな。前に少年探偵団がいて行けなかったのでこの先に行きましょう。お、馬のマークの石碑だ。文字は石の上に彫ってあるな。もうちょっとで読めそうなんだけど何か踏み台になるものでも探してこなくちゃならないな。で左と右に行けるな。左側から行ってみますか。特に何もないな。あ、杯の形をした岩だ。今度は右側に行くか。これは何？ろうそくの形をした岩だ。で戻ってきて今度左側なんですけどまだ行きません。まず下から行ってみましょう。でどこに出てくる？あ、駐在さんがいるとこに出てくるのか。で右下左ってあって左側から行くか。ここが民宿か。だけどこんなところに泊まりに来る人いるのかな。お、なんかドラゴンボールの亀仙流の道着着てる人がいる。民宿の中で管を巻いてる男に会った。あの人北川さんって言って本土に出て一旗あげるんだって。事業を起こしたらしいんだけど失敗して無一文になって帰ってきたのよ。それから毎日飲み暮らしていてどうするつもりなのかしら。何かお金が入る当てでもあるのかしらね。行ってみよう。お邪魔します。うわー、見るからに話しかけたくない感じの人がいる。これはまた年代物のマッサージ機だな。
こんなのに揉んでもらって背中痛めたりしないのか。ここは入れないと。これも特にない。よし、話しかけるか。うるせえ。俺の金だ。何杯飲もうと勝手だろ。畜生。どいつもこいつも。なんなんだよ、お前は。ちょっとプロフィール見てみるか。まだ読んでない人がいたね。島村誠一、島村家第二遺産相続人、里見美紀の兄、殺人容疑で追われるが。この人は読んだよね。島村勇。こういう顔してんだ。島村家の第一遺産相続人。数日前、何者かによって殺害されている。駐在。島の駐在平和だったが、突然殺人事件が起こって戸惑っている。北川忠夫。温度で一旗あげようとしたが事業に失敗し、今は酒場で飲んだくれている。この人は読んだね。オッケー。虎のマークの石碑だ。石の下の方に文字が彫ってある。身が内。暗号みたいだな。もう一回。虎の刻まれた石碑は石の下に刻まれた文字は身が内。何のことだろう。上から行こう。女性がいる。このルートで岬に出れば島の西側の岩は全てチェックしたことになるわね。岩が隠す秘密って言っても黄金像がなければ結局入り口は開かないはずだし。あなたいつからそこにいたの？なんでもないのよ。なんでもないの。だから気にしないでね。気になるわ。で、この上。またあった。ドーナツの形。いや、アーチ型っていうのかな。妙義山にもこんな形の石があったな。下側に行ってみよう。ここにはどういった形が卑猥なものにしか見えないんだけどやめとこう。キノコの山だ。キノコの形をした岩だ。こんな形、人の手によらないと作れないな。ある。牛のマークの石碑だ。石の上の方に何か文字が彫ってあるな。もうちょっとで読めそうなんだけど、何か踏み台になるものでも探してこなくちゃならないな。で、下に来て、この辺はもう調べたもんね。何も出ないや。話しかけるか。最近はすっかり魚も取れなくなっちまってな。物騒な殺人事件は起きるし、この島も雲行きが怪しいよ。俺も島出て本土に行こうかな。駐在さん。島村様のお客様方ですな。島は今大変物騒な状態です。あまり探偵気取りで歩き回らんでください。じゃあ右側に行こう。よろず商店。商店だな。村の人たちが使う日用品や食料を売ってる。これは犬のマークの石碑だ。石の上の方に何か文字が彫ってある。もうちょっとで読めそうなんだけど、何か踏み台になるものでも探してこなくちゃならないな。で、このまま下に行って、これか。Y の字の形をした岩だ。そういえばこの島は奇妙な形をした岩がたくさんあるから祈願島と呼ばれてると言ってたな。上に行ってみるか。また亀川流の道着着てる人がいる。父ちゃんは海に魚取りに行ってるよ。その間私らは村で畑の世話。これがこの島の村人の生活だよ。この家入れない。農家だ。村の人たちは漁をしながら農業もやって生活してるんだな。こんにちは。ここが私の家なんです。小さいでしょう。私一応島村家の親戚筋なんですけど、父も母も亡くなったんであんまり裕福じゃないんです。でも私はこんな生活も嫌いじゃないんですよ。誠一さんや国代さんたちの家にはよく遊びに行きますよ。よし、家に入ろう。あれ、入れない。人の家に勝手に入っちゃ悪いな。今更言うなよ。では先ほど行かなかった左側に向かいます。鳥の巣箱だ。中には小さな卵が入っている。ここが誠一さんの家か。蛇のマークの石碑だ。うねうねしてマックの M だ。石の下の方に文字が彫ってある。ずれ見て暗号みたいだな。もう一回。
蛇の刻まれた石碑だ。石の下に刻まれた文字はずれ見て。何のことだろう。よし。この家だね。鍵がかかってる。どこかで鍵を見つけてこないとダメだな。今の鍵に関するセリフを聞いてしまうと、先ほどの京子さんとの会話が変わってしまうんですね。だから後回しにしたんですよ。では京子さんのところに向かいます。誠一さんの家が鍵が閉まってて入れないの変わったね。島村家の人たちの家の鍵は本家で管理してるはずだから、高村さんに頼めば貸してくれるんじゃないかしら。羊の人か。お？あ、健太、光彦、あゆみちゃん、少年探偵だ。いいか、誰にも気づかれないように出るんだぞ。少年探偵団が何もせずにこんなところで時間を潰してるなんて、こんな不名誉なことはないですからね。私たちで事件を解決しちゃえばいいのよね。そうだな、じゃあ行こうぜ。こらー、早っ。あんたたちどこに行くつもり？いや、そこらをちょっと散歩してこようかなと。そう顔怖っ。殺人事件目撃した顔だろ。別に僕たちで事件を調査しに行こうなんて考えてませんよ。あ、バカ。そう、やっぱり抜けたつもりだったのね。あんたたちは子供なんだから、そんな危ないことに首突っ込んじゃダメだってみんなにあれほど言われてたでしょ。でもあんなところでただ待ってるなんてつまんない。そうですよ。僕たちただ部屋に閉じこもってるためにわざわざこんなところまで来たんじゃないですよ。俺たちにも捜査させてくれよ。ダメ、殺人事件が起きちゃったんだからね。子供は部屋でおとなしくしてなさい。その通り。いやー、出してください。出せー。あいつら相当不満が溜まってきてるみたいだな。さて、いた。誠一さんの自宅をお調べになりますか。それではすぐに鍵をお待ちします。どこに置いてある？食堂にあるんだ。へえ。お待たせしました。誠一さんの自宅はこの鍵で開けられます。どうもありがとう。鍵はお役に立ちましたか？これからです。よし。高村さんから借りたこの鍵を使って。開いた。お邪魔します。調べるか。誠一さんのタンスでは中身は整理されている。几帳面な性格だったようだ。窓から海が見える。外は崖になってるからここから出入りはできないな。パソコン。誠一さんの机だ。パソコンが置いてある。あれ、ランプが点滅してる。メールが届いています。電子メールが届いているのか。悪いけど覗かせてもらおう。宮田さんからだ。誠一さんは随分まめに宮田さんと連絡を取ってたみたいだ。最新のメールはこれだ。誠一くん、ちょっと差し迫った問題が発生した。至急会いたいので土曜日の午後4時、屋敷の書斎まで来てもらえないだろうか。土曜日といえば昨日、午後4時はちょうど俺たちが屋敷に着いた頃だ。だから誠一さんはあの時書斎にいたのか。でも待てよ、誠一さんはずっと逃げ回ってるはずだ。どうやってこのメールを読んだんだろう。キーワード宮田のメール見てみるか。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだ。文面からして2人は随分親しかったように思える。しかし誠一さんは逃げ回ってる中でどうやってメールをチェックしたんだ。あれ、誰かと携帯電話で話してる。そう、みんな疑ってるわ。事件に手一杯で黄金層のことは。あら、何かしら。なんでもないのよ。なんでもないの。それじゃあね。早っ。なんだあの女。しかしこの島って携帯が使えるのか。随分離れ小島だと思ってたけどアンテナは立ってるんだな。香織さんの通話イベントを目撃した後に再度キーワードの宮田のメールを見ます。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだ。しかし誠一さんは逃げ回ってる中でどうやってメールを読んだんだろう。そうか、携帯電話か。
そういえば香織さんというカメラマンが携帯電話を使ってた。最近の携帯には電子メールをチェックする機能もついている。携帯なら逃げながらでも通信を続けることはできる。最後のメールは宮田さんが墜落死した時間に現場の書斎に誠一さんを呼び出したものだった。あそこで誠一さんと宮田さんとの間に揉め事が起こって発作的に突き落としてしまったのだろうか。いや、まだ断言はできない。誠一さんと宮田さんがメールを交換してたとしたら、宮田さんのパソコンにも何か残ってるはずだ。宮田さんは島村の屋敷に住んでいた。そういえば書斎にパソコンがあった。あれを見れば何かわかるかもしれない。もう一回。宮田さんが誠一さんに送った電子メール、それを誠一さんは携帯電話でチェックしてたんだ。宮田さんは誠一さんと電子メールをやり取りしていた。このパソコンでメールを送ってたのなら、ここにも記録が残されているはずだ。よし、調べてみよう。あった。誠一さんのところと同じ通信履歴が残されている。おや、おかしいな。最後のメッセージがない。この書斎に誠一さんを呼び出したメールが見当たらない。削除されたのだろうか。一体誰が何のために。まだ何か裏があるな。もう一つの勇さんが殺された事件も本当に誠一さんが犯人なんだろうか。もっと調べてみないと何とも言えない。このまま1階に降りてしまうとイベントが発生してしまうので、その前に次は蘭姉ちゃんで情報収集していきます。よし、やっていこう。やっぱりこの事件隠された秘密があるような気がするわ。鉄の棒みたいなものが天井に見えてるけど何かしら。背伸びしても届かないわ。書斎だけに難しそうな本がいっぱいね。パソコン。机の上は散らかったまま。パソコンもあるは宮田さんが使ってたのかしら。で、この窓の内側にガラスの破片が落ちていたので、どんな意味があるのかしら。キーワード謎の石碑を入手したので見てみましょう。謎の石碑。動物の姿が刻まれた石碑だわ。ずいぶん昔から島のあちこちにあるそうね。島村家が隠した財宝に導く暗号だと言われてるそうだけど、それぞれの石に刻まれた文字はネズミ、クリソウ、16代当主島村清吉。まるでお札に書いてある肖像画みたいね。15代当主島村六兵衛。すごい軍服姿。明治の軍人って感じ。先代当主島村桐生。厳しそうな人。退屈だ。変わった。光彦。せっかく島に来たのに僕らはここで留守番ですね。あゆみちゃんかわいい。私たちはこの部屋から出ちゃダメなんだって。宮田さんが落ちてきた場所だわ。で、こっち。ここが国代さんの家ね。足跡だわ。国代さんの家から続いているわね。窓の外は森が広がってるのね。馬のマークの石碑ね。この島にはこんな石がいくつもあるっていうけど、どういう意味があるのかしら。石の上の方に文字が彫ってあるわね。ラカアモ。何かの暗号かしら。コナン君じゃ読めなかったもんね。もう一回。馬の刻まれた石碑だ。石の上に刻まれている文字はラカアモ。何のことかしら。杯の形をした岩ね。ろうそくの形をした岩だわ。面白い形をしてる。鳥の巣箱だわ。あら、中には可愛い卵が入ってるわ。ここが誠一さんの家ね。これ。エビのマークの石碑だわ。この島にはこんな石がいくつもあるっていうけど、どういう意味があるのかな。この石の上には文字は刻まれてないのね。で、この家。やっぱり鍵がかかってる。どこかで鍵を見つけてこないとダメみたい。ここが民宿ね。私は嫌いじゃないけど、こんなところに泊まりに来る人いるのかしら。マッサージ機だわ。ちょっとやっていきたいけど、事件の捜査もあるし、今回は我慢しとこ。調べよう。虎のマークの石碑だわ。この島にはこんな石がいくつもあるっていうけど、どういう意味があるのかしら。この石の上には文字は刻まれていないのね。アーチ型をした岩ね。何かのオブジェみたい。下側に行ってみよう。キノコの形をした岩ね。こんな形をしてるってことは誰か人の手によって作られたのね。これ。牛のマークの石碑ね。この島にはこんな石がいくつもあるっていうけど、どういう意味があるのかしら。石の上の方に文字が彫ってあるわ。ニトシが何かの暗号かしら。もう一回。牛の刻まれた石碑だ。石の上に刻まれてる文字はニトシが何のことかしら。港はここまでね。こっちに行っても何にもなさそうね。この人は会話の変化なかったので。
ネズミの刻まれた石碑ね。石の上に刻まれてる文字は、売りそう、何のことかしら。よろず商店。商店みたいね。村の人たちが使う日用品や食料売ってるんだわ。で、これ。犬のマークの石碑ね。この島にはこんな石がいくつもあるって言うけど、どういう意味があるのかしら。石の上の方に文字が彫ってあるわね。リーメイ。何かの暗号かしら。もう一回。犬の刻む石碑ね。石の上にも刻まれてる文字はリーメイ。何のことかしら。Y の字の形をした岩ね。そういえばこの島は奇妙な形をした岩がたくさんあるから祈願島と呼ばれてるって言ってたわね。農家だわ。村の人たちは漁をしながら農業をもして生活してるのね。京子さんとこの人は会話の変化なかったので、人の家に勝手に入っちゃ悪いわね。お、あら、少年探偵団のイベントか。これ長いんだよな。いいが、誰にも気づかれないように出るんだぞ。少年探偵団が何もせずにこんなところで時間を潰してるなんてこんな不明なことはないですからね。私たち事件解決しちゃえばいいのよね。そうだな、じゃあ行こうぜ。こら、あんたたちどこに行くつもり？いや、そこらをちょっと散歩してこようかなと。そう、別に僕たちで事件を調査しに行こうなんて考えてませんよ。あ、バカ。そう、やっぱり抜け出すつもりだったのね。あなたたちは子供なんだからそんな危ないことに首を突っ込んじゃダメだってみんなにあれほど言われてたでしょ。でも、あんなところでただ待ってるなんてつまんない。そうですよ。僕たちただ部屋に閉じこもってるためにわざわざこんなところまで来たんじゃないですよ。俺たちもそうさせてくれよ。ダメ、殺人事件が起きちゃったんだからね。子供は部屋でおとなしくしてなさい。いやー、出してください。出せ。よし、終わった。ちょっとかわいそうだけど仕方ないわよね。危ないことさせるわけにもいかないし。高村さんから貸してもらったこの鍵を使えば開いたわ。よし、お邪魔します。調べよう。誠一さんのタンスね、中身はすごく綺麗に整理されてるわ。几帳面な性格だったのね。カーテン。窓から海が見えるわ。外は崖になってるからここから出入りはできないわね。で、パソコン。誠一さんの机、パソコンが置いてあるわ。あら、何かランプが点滅してる。メールが届いています。電子メールが届いているのね。でも人のメールを勝手に覗いちゃ悪いわよね。このままにしておきましょう。欄は見れないのか。それだと宮田のメールが入手できないし、香織さんのツアーイベントも起こらないから、一回コナンでやって、入手してから欄に戻そう。はい、宮田のメールを入手したので、キーワードを見ます。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだわ。文面を見ると2人は随分親しかったように思えるんだけど、でも誠一さんは逃げ回ってる中でどうやってメールをチェックしたのかしら。あら、誰かと携帯電話で話してるわ。そう、みんな疑ってるわ。事件に手一杯で黄金像のことは。あら、何かしら。なんでもないのよ。なんでもないの。それじゃね。なんだったの？何をあんなに慌てたのかしら。でもこの島って携帯が使えるのね。離れ小島だと思ってたけど、ちゃんとアンテナは立つのね。で、再度、宮田のメールを見ます。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールね。でも誠一さんは逃げ回ってる中でどうやってメールを読んだのかしら。そうか、携帯ね。そういえばこの島でも携帯電話を使って誰かと話してる人がいたわ。最近の携帯には電子メールをチェックする機能もついているし、携帯なら逃げながらでも通信を続けることができるわ。最後のメールは宮田さんが墜落死した時間に現場の書斎に誠一さんを呼び出したものだったわね。あそこで誠一さんと宮田さんとの間に揉め事が起こって発作的に突き落としてしまったのかしら。まだそうと決めつけることはできないわ。誠一さんと宮田さんがメールを交換してたとすれば、宮田さんのパソコンにも何か残ってるはずね。宮田さんは島村家のお屋敷に住んでいたんだから、そういえば書斎にパソコンがあったわ。あれを見れば何かわかるかもしれないわね。もう一回。宮田さんが誠一さんに送った電子メールね。それを誠一さんは携帯電話でチェックしてたんだわ。宮田さんは誠一さんと電子メールをやり取りしてたのよね。このパソコンからメールを送ってたなら、ここにも記録が残ってるんじゃないかしら。ちょっと気が咎めるけど、覗かせてもらっちゃおう。あった。誠一さんのところと同じ通信履歴が残されてる。あれ、おかしい。最後のメッセージがないみたい。この書斎に誠一さんを呼び出したメールがあるはずだけど、削除されたのかしら。
誰が何のために、この事件ちょっと変だわ。もう一つの勇さんが殺された事件も本当に誠一さんが犯人なのかしら。もっと調べてみる必要があるんじゃないかしら。次はその古城で情報収集をしていきます。鉄の棒みたいなものが天井に見えてるけど、普通の人じゃ届かないわね。キャー、なんか難しそうな本ばっかり。パソコン。机の上は散らかってる。パソコンか。宮田さんが使ってたのね。で、この窓の内側にガラスの破片が落ちてたんだっけ。一体何の意味があるってのよ。キーワード謎の石碑を手に入れたので見てみよう。謎の石碑。動物の姿が刻まれた石碑ね。ずいぶん昔から島のあちこちにあるって話だわ。島村家が隠した財宝の秘密に関係してるって話だけど、それぞれの石に刻まれた文字はネズミクリソウ16代当主島村清吉。ちょっと若い頃の顔が見てみたいわね。15代当主島村六兵衛。うっぷー、変なヒゲ。私の趣味じゃないわ。失礼だな。先代当主島村桐生。モテそうもない顔ね。この島あんまり見るところないわね。坂が多くって疲れちゃった。宮田さんが落ちてきた場所ね。こっち。ここが国尾さんの家？足跡調べるか。足跡だわ。国尾さんの家から続いているわ。窓の外は森か。なんだか日当たりの悪い部屋。これを調べよう。この島にはこんな石がたくさんあるのね。馬のマークが彫ってあるわ。石の上の方になんか彫ってあるじゃない。ザカアモ。何の意味があるのこれ。もう一回。馬の刻まれた石碑ね。石の上に刻まれた文字はザカアモ。何のことかしらね。杯型？どっかの酔っ払いが喜びそうね。ろうそくの形をした岩って感じかしら。鳥の巣箱ね。中にはまあ小さな卵が入ってるじゃない。あ、ここが誠一さんの家？これを調べよう。いやーね、蛇のマークなんか彫ってある。この島はマムシとか出たりするのかしら。この石には何も文字が刻まれてないわ。で、家。あれ、鍵がかかってるじゃない。どこかで鍵を見つけてこないとダメみたいね。ここが民宿？それにしても今時こんなとこに泊まりに来る人なんているの？あら、マッサージ機。気持ちいい。肩のこりがほぐれるわ。いかにも旅行に来たって気分よね。これを調べよう。この島にはこんな石がたくさんあるのね。虎のマークが彫ってあるわ。この石には何も文字が刻まれてないわ。ドーナツの形。なんかお腹空いてきちゃったじゃない。下側に行ってみるか。この岩はキノコの形ってわけね。で、これ。この島にはこんな石がたくさんあるのね。牛のマークが彫ってあるわ。石の上の方になんか彫ってあるじゃない。二と四が何の意味があるのよ、これ。もう一回。牛の刻まれた石ね。石の上に刻まれた文字は二と四が何のことかしらね。港はここまでだわ。こっちに行っても何にもないみたいね。この人は変わんなかったので、これ。ネズミの刻まれた石、石の上に刻まれた文字は、売りそう。何なの一体。よろず商店。商店か。村の人たちが使う日用品や食料を売ってるのね。いかにも田舎に来たって感じ。これ。この島には、こんな石がたくさんあるのね。犬のマークが彫ってあるわ。石の上の方になんか彫ってあるじゃない。リーメイ。何の意味があるのこれ。もう一回。犬の刻まれた石碑。石の上に刻まれた文字はリーメイ。何のことかしらね。Y の字の形をした岩だわ。この島は奇妙な形をした岩がたくさんあるから、奇岩島と呼ばれてるのよね。いかにも田舎って香り。この村の人たちは漁をしながら農業もやってるのね。人の家に勝手に入っちゃダメよね。出た。あれ。少年探偵団のイベント。いいか、誰にも気づかれないように出るんだぞ。少年探偵団が何もせずにこんなところで時間を潰してるなんてこんな不名誉なことはないですからね。私たちで事件を解決しちゃえばいいのよね。そうだな、じゃあ行こうぜ。こらー！
あんたたちどこに行くつもり？いや、そこら辺をちょっと散歩してこようかなと。そう、別に僕たちで事件を調査しに行こうなんて考えてませんよ。あ、バカ。そう、やっぱり抜けつもりだったので、あんたたちは子供なんだからそんな危ないことに首突っ込んじゃダメだってみんなにあれほど言われてたでしょ。でも、あんなところでただ待ってるなんてつまんない。そうですよ。僕たちただ部屋に閉じこもってるためにわざわざこんなところへ来たんじゃないですよ。俺たちのそうさせてくれよ。ダメ。殺人事件が起きちゃったんだからね。子供は部屋でおとなしくしていなさい。いや出してください。出せ。終わったか。まったくあの子たち油断も隙もないわね。子供だからじっとしてられないのもわかるけど。高村さんから借りてきたこの鍵を使って、ほら、開いた。邪魔します。調べよう。誠一さんのタンスよね。中身は男の人なのにきちんと整理してるわ。カーテン。窓から海が見えるじゃない。外は崖になってるからここから出入りできっこないわ。パソコン。誠一さんの机だわ。パソコンが置いてあるじゃない。あら、何かランプが点滅してる。メールが届いています。電子メールが届いてるんだわ。ちょっと気がとがめるけど少し覗かせてもらっちゃおう。あら、宮田さんから？誠一さんって随分まめに宮田さんと連絡を取ってたみたい。一番新しいメールはどれかしら？あ、これね。誠一くん、ちょっと差し迫った問題が発生した。至急会いたいので土曜日の午後4時、屋敷の書斎まで来てもらえないだろうか。土曜日って昨日じゃない。午後4時って言ったらちょうど私たちが屋敷に着いた頃よ。それで誠一さんはあの時書斎にいたのね。でも待ってよ、誠一さんはずっと逃げ回ってるはずじゃない。どうやってこのメールを読んだっていうの？キーワード、宮田のメール。見てみよう。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールね。文面からして2人は随分親しかったように思えるのにね。でも誠一さんって逃げ回ってる中でどうやってメールをチェックしたんだろう。あら、誰かと携帯電話で話してるわ。そう、みんな疑ってるわ。事件で手一杯で黄金像のことは。あら、何かしら。なんでもないのよ。なんでもないの。それじゃあね。何よあれ。何をあんなに慌ててるわけ。でもこの島って携帯が使えるんだ。田舎の離れ小島だと思ってたらちゃんとアンテナが立つんじゃない。で、再度宮田のメールを見ます。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールよね。でも誠一さんって逃げ回ってる中でどうやってメールを読んだのかしら。そっか、携帯電話。そういえばこの島でも携帯電話を使って誰かと話してる人がいたわよね。最近の携帯には電子メールをチェックする機能もついているし、携帯なら逃げながらでも通信を続けることができるじゃない。最後のメールは宮田さんが墜落死した時間に現場の書斎に誠一さんを呼び出したものだったわよね。じゃあやっぱりそこで誠一さんと宮田さんとの間に揉め事が起こって発作的に突き落としてしまったのかしら。決めつけるのは良くないわ。誠一さんと宮田さんがメールを交換してたんなら、宮田さんのパソコンにも何か残ってるはずよね。宮田さんは島村家の屋敷に住んでたんだから、そういえば書斎にパソコンがあったわね。あれを見れば何かつかめるかもしれないわ。もう一回。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだわ。それを誠一さんは携帯電話でチェックしてたのね。宮田さんは誠一さんと電子メールをやり取りしてたんだったわね。このパソコンからメールを送っていたのなら、ここにも記録が残されているはずよね。よし、覗いちゃえ。あったわ。誠一さんのところと同じ通信履歴が残されてる。あれ、おかしい。最後のメッセージがないじゃない。この書斎に誠一さんを呼び出したメールがあるはずなのに削除したの。誰が何のために。やっぱりこの事件何か裏があるわよ。勇さんが殺された事件の方も本当に誠一さんが犯人なのかしら。もっと調べてみなくちゃ。最後はおっちゃんで情報収集をしていきます。あの鉄の棒なんか気になるんだが高すぎて届かんな。堅苦しい本ばかりだな。島村家の当主はこんなものを読まねばならんのか。パソコン。机の上は散らかったままだ。パソコンもあるな。宮田さんはパソコンが使えたのか。この窓の内側にガラスの破片が落ちていたんだな。これの意味するところは。キーワード、謎の石碑を入手したので見てみましょう。謎の石碑。動物の姿が刻まれた石碑だな。ずいぶん昔から島のあちこちにあるっていうことだが、島村家が隠した財宝のありかを示しているという話だったな。それぞれの石に刻まれた文字は、ネズミクリソウを。
16代当主島村清吉。しかしこんな離れ小島でどんな仕事をしてたんだ。15代当主島村六兵衛。随分羽振りは良かったんだろうな。先代当主島村桐夫。偉そうな顔しやがって。宮田さんが落ちてきた場所だな。コナン。小さいようで広い島だな。うろちょろするんじゃないぞ。で、こっち。ここが国夫さんの家だな。足跡だな。国夫さんの家から続いている。窓の外は木ばっかりだな。すぐ森になってる。これを調べよう。馬のマークの石碑だな。こんな石あちこちに置いといてなんかのいたずらのつもりだろうか。石の上の方になんか文字が彫ってあるな。ザカアモか。もう一回。馬の刻まれた石碑だ。石の上に刻まれてる文字はザカアモ。何のことだろうか。杯の形をした岩。なんだか一杯やりたくなってきたな。ろうそく型の岩だな。鳥の巣箱だ。おや、中に小さな卵が入ってるな。ここが誠一さんの家だな。で、これを調べよう。蛇のマークの石碑だな。こんな石あちこちに置いといて誰かがいたずらでもしたんだろうか。この石の上には文字は刻まれてない。よし、この家。そう、鍵がかかってる。どこかで鍵を見つけてこないとダメだな。ここが民宿か。だけどこんなところに泊まりに来るやついるのか。マッサージ機だ。温泉宿か、ここは。これを調べよう。虎のマークの石碑だな。こんな石あちこちに置いといて何かのいたずらのつもりだろうか。この石の上には文字は刻まれてないんだな。ドーナツ型、いやアーチ型だな。何のためにこんな形に削ったのか。下側に行こう。キノコの形をした岩だ。何のためにこんな形に削ったのか。これ。牛のマークの石碑だな。石の上の方になんか文字が彫ってあるな。糸しが、もう一回。牛の刻まれた石碑だ。石の上に刻まれてる文字は糸しが。何のことだろうか。ネズミの刻まれた石碑だ。石の上に刻まれてる文字はクリソウ。何のことだ。よろず商店。商店なら村の者が使う日用品や食料を売っているようだ。これ。犬のマークの石碑だな。こんな石あちこちに置いといてなんかのいたずらのつもりだろうか。石の上の方に文字が彫ってあるな。リーメイ。これは暗号だろうか。もう一回。犬の刻まれた石碑だな。石の上に刻まれてる文字はリーメイ。何のことだろうか。Y の字の形をした岩だな。奇妙な形をした岩がたくさんあるから祈願塔か。農家だな。この村の人間は漁をしながら農業もやって生活してるわけか。人の家に勝手に入っちゃ悪いか。あ？来たー。少年探偵だ。ラストだな。いいか、誰にも気づかれないように出るんだぞ。少年探偵団が何もせずにこんなところで時間を潰してるなんてこんな不明なことはないですからね。私たちで事件を解決しちゃえばいいのよね。そうだな、じゃあ行こうぜ。こら！あんたたちどこに行くつもり？いや、そこらをちょっと散歩してこようかなと。そう、別に僕たちで事件を調査しに行こうなんて考えてませんよ。あ、バカ。そう、やっぱり抜け出すつもりだったのね。あんたたちは子供なんだからそんな危ないことに首突っ込んじゃダメだってみんなにあれほど言われてたでしょ。でも、あんなところでただ待ってるなんてつまんない。そうですよ、僕たちただ部屋に閉じこもってるためにわざわざこんなところまで来たんじゃないですよ。俺たちもそうさせてくれよ。ダメ、殺人事件が起きちゃったんだからね。子供は部屋でおとなしくしてなさい。いや、出してください。さようなら。出せー。終わった。お子ちゃまたちのためにも早く事件を解決してやらねばならんな。高村さんから借りたこの鍵を使えばよし、開いたぞ。お邪魔します。調べよう。誠一さんのタンスだな。中身はほぼ随分整理されてる。俺のと大違いだ。カーテン。
窓の外は海か、外は崖になってるからここから出入りはできん。パソコン。誠一さんの机だな。パソコンを使ってたのか。何かランプが点滅してるな。これは何か手がかりかもしれんぞ。よし見てみよう。ここをクリックしてここを開いて、ありゃ、なんでこっちのウィンドウが開いてるんだ。わからん。なんだこのパソコンは。さっぱりまともに動かんぞ。どうせ大した手がかりじゃないんだろう。追っておこう。おっちゃんも見れないのか。またコナンでやって入手するしかないな。宮田のメールを入手したので見ます。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだな。文面から察するに2人は随分親しかったように見受けられるが、それにしても誠一さん逃げ回ってる中でどうやってメールをチェックしたんだ。誰かと携帯電話で話しているようだな。そう、みんな疑ってるわ。事件に手一杯で黄金像のことは。あら、何かしら。なんでもないのよ。なんでもないの。それじゃね。なんだあれは。何をあんなに慌ててるんだ。しかしこの島でも携帯が使えるのだな。離れ小島だと思ってたが、どうしてなかなか進んでるじゃないか。で、再度宮田のメールを見ます。宮田のメール。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだな。しかし誠一さんは逃げ回ってる中でどうやってメールを読んだのだろう。それだけ？おっちゃんで宮田のメールを見ても携帯電話を使ったことがわからなかったので、コナンで宮田のメールを見ておっちゃんにキャラチェンジしてまた宮田のメールを見ます。宮田さんが誠一さんに送った電子メールだ。セリフ変わった。それを誠一さんは携帯電話でチェックしてたと。最近の携帯は電子メールもチェックできるんだな。じゃあこのままパソコンを調べます。宮田さんは誠一さんと電子メールでやり取りしてたという話だったな。このパソコンからメールを送っていたとすれば、ここにも記録が残されているかもしれん。よし、調べてみよう。なんだこのパソコンは。最新式だかなんだか知らんが、こりゃ詳しいやつに任せた方がいい。これで全員の情報収集が終わったので先に進めていきます。イベント。駐在さんだ。どうしたんだろう。高村さん、実は本庁に問い合わせまして、そしたらあの探偵と名乗っていた怪しげな男は実は本当にすごい探偵さんだそうで、犯人を油断させるためにあんな間抜けな顔に変装しておったんですな。ひどい。毒舌。いやー、わしも見破れませなんだわ。ちょうどいい。駐在さんがお話があるそうです。お仲間にも声をかけて集まっていただけますか。ようかんおる。名探偵の毛利様、誠にすまないことをいたしました。いや、本庁に確認したのですが、そうしたらあなたの活躍を教えてくれましてな。眠りの小五郎といえばそれは有名な名探偵だそうで、いや、知らぬこととはいえ失礼いたしました。いや、そんな有名な名探偵なんて分かっていただければ。また乗せられてるよ。いや、私がいるからには大丈夫。この事件はたちまちのうちに解決してみせましょう。これは心強い。それでですな、名探偵の腕を見込んで事件の調査にご協力いただけないかと思いましての。それでは私にも調査に加わってほしいと。勇さんの事件についても詳しくご説明させていただこうと、第一発見者である京子さんにも来ていただいたのです。どうでしょう、お知恵を拝借できますでしょうかの。よろしい、伺いましょう。ではご説明いたしましょう。事件は今からですと4日前になりますな。勇さんの家で起こったのであります。その日の朝、京子さんは勇さんの家を訪れました。私と国夫さん、その日勇さんと約束があって国夫さんの家で待ち合わせていたんです。でもいつまで待ってても勇さんが来ないんで、それで私が様子を見に行くことにして勇さんの家に向かいました。家の外から呼んでも返事がなくて、ドアも鍵が開いたままなんで心配になってちょっと覗いてみたんです。そうしたら勇さんが殺されていたと。撲殺でしたな。後頭部を近くにあった花瓶で殴られたようでした。私恐ろしくなって国夫さんの家に駆け戻りました。そしてすぐに駐在さんに連絡したんです。わしはすぐに現場に駆けつけました。そうしたら誠一君が奥でのんびり寝とったんですわ。それで任意同行してもらったというわけです。
しかしいくら現場で寝ていたとはいえ、まだそれだけでは誠一さんが勇さんを殺したという証拠にはならんでしょう。しかし誠一君しか勇さんを殺せる者はおらんのです。ご説明いたしましょう。事件が発覚した前の晩、実は真夜中の0時頃まで雨が降りましてな。勇さんの家の周辺は道も舗装されておらんので、現場に足跡が残されておったのですが、それが被害者、つまり勇さんの足跡しかなかったのですよ。おう国尾邸の顔ひどいな。誰かわからんぞ。前の晩勇さんは近くにある国尾さんの家に遊びに行っておったのですな。その日午後8時頃から雨が降り始めましてな。勇さんは午後9時頃雨の中を国尾さんの家までやってきたそうです。それから午前0時くらいまで飲んで雨が止んだ頃帰ったそうなんです。国尾さんの家から勇さんの家まで続いていた足跡、これは勇さんの足跡に間違いないそうです。勇さんが国尾さんの家から帰宅した時のものでしょう。現場にはもう一つ勇さんの家から出てぐるりと回って戻ってきている足跡があったんですが、これも同じ靴に間違いないそうで、そしてこの2つの足跡の他に現場に足跡はなかったのです。勇さんの家の周りは雨が降ればみんな泥になりますでな。足跡をつけずに出入りすることはできんのです。なるほど。鑑識の結果では死亡推定時刻は午前1時から3時くらいの間だそうです。それで死体発見時にはまだ現場周辺の泥は乾ききってなくて、第一発見者の京子さんの足跡もうっすらと残っておりました。犯人が勇さんを殺してから現場から逃げたとすれば、必ず犯人の足跡が現場に残っていたはずです。要するに雨が止んでから勇さんの家に出入りしたのは家の主である勇さんだけだというわけなのですな。つまり勇さんが自宅に帰ってから翌朝死体で発見されるまで彼の家に出入りした者はいないと、そういうことですな。そんなわけで勇さんの家の中で一人だけ寝ていた誠一君が発見されまして、彼は前の晩雨の降る前から勇さんの家にいたようなんですが、勇さんが殺された時間そこにいたのは彼の他にいない。つまり勇さんを殺せたのは誠一君しかいないというわけですな。それで京子さん、死体を発見した時なぜあなただけが勇さんを迎えに行ったのですかな。それは国尾さんが見てきてくれって言ったんです。どうせ寝坊してるんだろうって。勇さんって時間にルーズなところがあったし、寝起きは機嫌が悪いから女の子が起こしに行った方がすぐに目が覚めるんじゃないかって。なるほど、わかりました。ところで駐在さん、私も勇さんが殺された現場に入って調査をしても構わないんでしょうな。それはもちろん警備の警官たちにもあなたのことを話しておきました。わかりました。では大船に乗ったつもりで私にはお任せください。何卒よろしくお願いします。ではわしらはこれで。よし、これで俺様の実力を発揮できるぞ。お父さんたらあんまり調子に乗らないでよ。でもこれで俺も勇さんが殺された現場を調べられるな。よし、じゃあキリもいいのでここまでにしておきます。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価、コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。